こんにちは。はい、今回使用した糸はこちらの竹物語竹繊維 100%、 竹の持つ天然の抗菌口臭効果、遠赤外線効果で静電気防止、こちらの糸のからし色で編んでいきました。植物繊維竹 100% ですね。18g 玉巻きの、67メートルですね。で、かぎ針は、4号3号から4号となっておりますが、7号で編んでいきました。キャンドゥさんで購入しました。光沢としなやかさが特徴ということで、本当にこの発色がですね、綺麗ですね。そして、しなやかです。本当に柔らかくて肌触りとかはすごいいいです。今回初めてこの竹物語で編んでみます。ずっと気になってたんですけど、なかなかまとまった数がなくて、今回たまたまこの綺麗な黄色、この色をですね、7玉変えたので、ちょっとベストを編んでみようかなと思っています。それでは編んでいきますね。糸このように持って、針に糸をかけてくるっと回して、親指でちょっと固定して糸をかけて引き抜きますね。そしてキュッと締めて、ここからですね、12345というふうに鎖編み目を立てていきますね。鎖編みこんな感じになります。全部で121です。121目、4の倍数プラス1で調整できると思います。そしてこの今ちょっと測ってみたらですね、もう大体なんですけど、55、6っていうぐらいです。56センチぐらいですかね。1段目です。鎖1目で立ち上がって、そのすぐ下の目の裏山ですね、裏山に針を入れて細編みです。かけて引き抜きます。細編みです。裏山ですね。裏山に針を入れてかけて引き抜きます。このポコポコっと出ているところが裏山になります。そこに針を入れて引き抜きます。細編みです。これをですね、もう目立ての鎖編みに1目に1つずつ細編みを編んでいきます。裏山に針を入れて糸引き抜いてかけて引き抜きますね。こんな感じになります。これを、全部で121目ですね。1段目編んでいきます。最後のところに来ましたね。一番最後ですね。一番最初の鎖の1目目のとこですね。そこも裏山の方にですね、針を入れて、で糸をかけて引き抜いて、糸かけて引き抜きます。これで1段目が終わりました。121目ですね。2段目です。鎖3つで立ち上がり、またもう1目鎖をして、前段の、1つ飛ばして次の目に
長編みを編みます。一つ飛ばして次の目ですね。一つ飛ばして次の目、はい、そこに長編みを編み入れます。はい、そしてまた鎖をして一つ飛ばして次の目に長編みを編み入れます。はい、もうこの繰り返しになります。はい、鎖を一つしてまた一つ飛ばして次の目に長編みですね。はい、これが、2段目になります。鎖一つ飛ばして前段の目に長編みですね。はい、こんな感じになります。これで端まで編んでいきます。2段目最後のところですね。鎖を一つして長編みを目立ての一番最初の目の裏山にですね、裏山に針を入れて長編みです。はい、次3段目になります。鎖3つで立ち上がり、また鎖をもう一つしてで前段の、長編みの頭ですね、そこに針を入れて長編みを編みます。はい、そしてピコット編みをします。鎖3目のピコット編みです。鎖を3つして、そしてこの鎖の前の目ですね、鎖の3つ編む最初の目の一つ前の目というか、長編みの下の長編みの頭ですね、頭のところにこう縦に2本ある、はい、そこに針を入れて、引き抜きます。これが鎖3目のピコット編みです。はい、そしてこの後はまた鎖を一つして前段の長編みの面の頭に長編みですね。はい、そして鎖を一つしてピコット編みは長編みの一つ置きにするので、はい、でここでまたピコット編みです。鎖3つして長編みの頭のところの縦の2本を取ります。はい、そして引き抜きますね。はい、そしてまた鎖を一つして長編み、ここの長編みの時はピコット編みはしません。そして鎖だけをして次の長編みの頭に長編みを編んで、そしてまたピコット編みですね。はい、長編みの頭のこう縦に2つあるところを2本取ってそこに針を入れて引き抜きますね。そして次は長編みだけのところになります。はい、そして次は鎖編みを一つして次の長編み、ここはピコット編みが必要になってくる。こんな感じで長編みの一つ置きにピコット編みを入れるという編み方ですね。この編み方が3段目になります。3段目一番最後ですね。最後から一つ前の長編みのところに、ピコット編みがきますね。はい、ピコット編みをして、はい、そして鎖編みを一つして、前段の立ち上がりの鎖3目目のところに3目目に針を入れて、長編みを編みますね。これで、3段目が終わりですね。はい、3つ目の鎖に針を入れて長編みですね。はい、そして3段目終わり、次4段目ですね。4段目鎖1つで立ち上がり、その真下の目に
針を入れて細編みを編みます。そして鎖を5目してピコットのところ飛ばして次の長編みの頭に細編みです。でまた鎖を5目してピコットの目飛ばして次の長編みの頭に細編み、鎖を5目してピコット飛ばして次の長編みの頭の目に細編み、こんな感じで鎖5目そして細編み鎖5目細編みという感じでピコット編みを挟んでいく編み方になります。4段目最後のとこですね、鎖を5目して前段の、鎖、3目の立ち上がりの鎖3目のところに針を入れてそこに細編みですね、細編みを編んで4段目が終わりです。そして5段目は、鎖5目して3目が立ち上がり2目が次の段という感じで今編んできた、5目の鎖の中に沿で細編みを編んでまた鎖を5目して次の前段の鎖の山に細編み、そしてまた鎖を5目して前段の鎖5目の山の中に沿で細編み、ネット編みですね。このネット編みのやり方を、4段かな繰り返していきます。そして5段目最後のとこですね、最後のここは鎖を2目して前段の細編みのところに、長編みを細編みの目に針を入れて長編みを編みますね。これで最後になります。これで5段目が終わりです。そして6、7段目はですね4段目5段目と同じ繰り返しになるので、すいません、6段目は4段目の編み方、7段目は5段目の編み方と同じになります。7段目最後のとこですね、鎖2目の後の、長編みですね。これで7段目の最後ですね。そして8段目です。8段目は鎖1つで立ち上がってそこにすぐ下の目にそのまま細編みですね。そして鎖を3つしてネット編み5目の山ですね、そこに細編み、この繰り返しです。また鎖を3つして側で細編み、鎖3つしてまた細編みですね、側で細編み、こんな感じですね。これが8段目でこれで一模様になります。そしてまた細編み1段目から始まる8段一模様になります。8段目最後のとこですね、鎖3つして前段の、鎖3目の立ち上がりの3目目のところに針を入れて細編みを編んで、これで一模様になります。9段目は1段目と同じ細編み鎖1目で立ち上がって細編みを1つ編んで、そして鎖3つのスペースのところに細編みを3つですね。この繰り返しでこの段が全部細編みになる。そこからまたこれが1段目となって、2段目から8段目までの繰り返しという風になっていきます。
細編みのところには細編みを1つ、鎖3つのスペースの中に細編みを3つ、はい、これがもう細編みだけの段になって1段目、ここからまた繰り返しという風になっていきます。はい、今ここが、この8段の模様編みを、4回8子32段編んできたところで、一応前身ごろか後ろ身ごろのどちらでもいいんですけど、袖までの長さってことになるので、一旦ここで、糸を切っておきます。それでは次は身ごろ、反対側の身ごろを編んでいきます。糸始めを左側に置いて、このマーカーをつけているところはそれぞれ端から、31目のところで肩の部分になりますね。はい、そして、左に糸始めの糸を置いて、そして右側の方から新しい糸をつけて編んでいきます。今まで編んできた編み地の一番最初ですね、目立ての鎖編みのところに1目ずつ編んでいく形になります。今新しい糸を下から引き抜いてつなげたので、鎖を1目して立ち上がってですね、すぐ下の目から細編みを、作り目の1目に1つずつ、ずっとですねここの分を編んでいきます。で、この肩の部分はマーカーのところまでで、31目になります。この31目のところまでは、1目に1つずつ細編みを編んでいくということです。これは一番最初の作り目の部分になるんですね。鎖の目になるので、ちょっとね針が入りにくいんですけど、はい、その鎖の目のですね同じところにこちら側からも目を作っていくということになります。はい、そしてちょうど31目のところまで来たのでマーカーを外して、31目までが肩になりますので、このマーカーを外したこの目まで細編みを編みます。はい、そしてここから首の部分になりますので、ここは鎖編みを少しゆっくりめに59目ですね、59目鎖編みを編んで、反対側のマーカーのところにつなげます。59目というか肩から31目のところですね、そこの、マーカーを外して、そして、その目に針を入れて引き抜きで留めます。はい、引き抜きで留めます。はい、そしてその目から細編みを編んでいきます。その目から、はい、細編みを編んでいきます。はい、はい、そしてまたこちら側も同じようにこの作り目の一番最初の作り目の鎖編みですね、ここに1目に1つずつ細編みを編んで、この肩の部分は31目になります。31目細編みを編んでいきます。はい、最後のとこですね、最後のところまで来ました。これで30目です。
そして31目になります。はい。はい、これで反対側の身ごろの目が立ちましたので、今から模様編みの1段目を編んでいくことになります。で、鎖1目1目で立ち上がって、細編みをですね、最初の模様編みの最初、細編みを1段編んでいたので、その1段を今から編んでいくということになります。はい。なので1目に1つずつですね、首周りのところまでまず、はい、編んでいきます。はい、30目まで編んできて、ここが31目のところになります。はい、ここに鎖細編みを編んで、そして鎖で目を立てたところにですね、編んでいくんですけど、一応裏山を拾っていこうと思います。ちょっと最初の目とかがですね、とても取りにくいんですけど、はい、裏山のところに針を入れて細編みですね。だから59目、はい、裏山に針を入れて細編み、これでここの鎖編みのところに1目ずつ編んでいきます。はい、ここちょっとね編みにくいんですね。だから鎖編みを鎖編みをするときにあまり緩すぎるとね、ちょっとまた、微妙に難しいんですけど、はい、こんな感じで裏山を取って編んでいきました。はい、そして最後のとこですね。はい、鎖編みの最後のところですね。最後のところの目に針を入れて細編みですね。そして、肩の部分の最初の目のところに引き抜いたので、そこに細編みを編んで、ここから、もう31目の肩の部分ってことになりますね。1目に1つずつまた細編みということです。はい、こんな感じで、大丈夫、いいと思います。はい、はい、そして残りの肩の部分ですね。残りの肩の部分を、31目、残り30目ぐらいですかね。これを、1目に1つずつ細編みを編んでいきますね。はい、これで、反対側の身ごろの、模様編みの1段目の細編みの部分を今編んでいるというところです。なのでここからは、はい、細編み端まで編んできました。これで、1段目の模様編みの1段目の細編みの段が編み終わったということになって、ここから8段で1模様の、2段目からの部分を編むということになりますね。はい、これで今最後の目をこの細編みの、段のこれが31目になりますね。はい、これで1段目の鎖編みが終わって、反対側の身ごろの目がもう立ったってことですね。でここからまた鎖を3つして、そしてもう一つ鎖をして、そして1つ開けて、前段の1つ開けて次の目に長編みですね。はい、この模様編みを編んでいきますね。これ2段目なので、これを
8段1模様というのを4回編んでいって、袖の部分までの長さになるので、あとは、つなげて輪にして編もうと思います。はい、模様編みはもう同じなんですけど、ここの段だけですね、ちょうど目を31目のところが長編みの目になります。はい、そして鎖をして1目細編み飛ばして次の目に長編みですね。はい、同じです。はい、そしてこう編んできましたね。そしてこちら側も、同じように1目飛ばして次の目が、ちょうど肩の一番最初の目に揃うと思います。はい、長編みの目のところがちょうど揃う感じになると思います。あとはもうこの繰り返しで8段の模様編みを4回編んでいくということになります。はい、32段編んできました。そして一番最後の糸ですね、32段目の編みかけの糸ですね。この糸をそのまま使って編んでいきます。はい、まずは反対側の編み地の一番端の目ですね、最後の一番端の目に針を入れて引き抜きますね。引き抜いてそのままつなげて、それからまた模様編みを編み始めるという感じでします。はい、なのでここは引き抜いて、そして模様編みの最初なので細編みの段になりますね。なので鎖編みを一つして、そしてすぐそこの下の目ですね、そこの目に細編みを編みます。はい、そしてちょっとここでマーカーをしようと思います。輪に編む時にはちょっと初めをね見落としたりするのでマーカーをつけておきます。そして次のスペースのところに鎖3つのところですね、そこに細編みを3つですね。はい、そして細編みのところには細編みを1つ、そして鎖3つのところには細編み3つですね。これで編んでいきますね。はい、こちら側の最後のところですね、鎖3目ですね。そして細編みのところで反対側の一番最後の段のですね、一番端ですね、そこは細編みと鎖3つのところなので細編みですね、細編みのところに針を入れて、はい、そして引き抜きますね。一旦3本ですね、3本引き抜いて、そしてそのまま、針を入れて細編みです。はい、これでつながりました。そしてまた鎖編み3つのところには細編み3つ、そして細編み鎖3つのところに細編み3つ、はい、これを向こう端まで行って、輪にした1段目の細編みの段が終わります。はい、こんな感じでつながって
はい、そして最後のとこですね。最後のとこまで来ました。1周目の。はい。で、鎖3つ、細編み3つして、最初のマーカーですね。はい。これマーカー外して、ここを引き抜いて、はい。そして輪にしてからの2段目ですね。鎖3つで立ち上がり、もう一つ鎖をして、はい。一応3つ目のところにマーカーをしときますね。そして鎖編みを一つ開けて、次の目に長編みですね。はい、もうここは同じです、やり方。はい、もうこの段は長編み鎖編み一つ、長編み鎖編み一つで一周ぐるっと編んできます。反対側のつなぎのところも別に問題なく同じように、はい、編んでいってください。ここはもう8段の模様編みをですね、順番に編んでいきます。細編みで輪につなげて1段目ですね。で2段目長編み、3段目ピコット編み、そして4段目が鎖5目のネット編みですね。でその一番最後のとこなんですけど、綺麗な山っていうか、山の高いところに頭を持ってくるために最後は長編みを編みます。鎖を2目して、でこのマーカーを入れているところに長編みを編み入れますね。はい、それで綺麗な、ネットの山ができる感じになりますね。はい、そしてこの高いところの山から編み出すと、ずっとこの編み方で編んでいけます。この編み方でこのネット編みの模様の段4段ありますね。それ全部この編み方であと3段編んでいきます。はい、はい、長編みの後鎖を1目して、でその目に細編みをして、そして、マーカーをつけておきますね。そして鎖を5目、鎖を5目して、そして山に沿で細編み、鎖5目、細編み、はい、これで一周またぐるっとしてきて、最後のところは鎖を2目の長編み。はい、そうですね。今これ2段目なので、あと3、4とこの編み方で編んでいきます。そして、結局最後はですね、この8段の模様を1模様と、このピコット編みのところで終わりにしたいので、その長編みのピコット編みのところまで編む。それで、この身ごろのは終わりにしました。このネット編みの、長編みで終わるように編んでいくと、ずっと少しずつ右の方にこうずれていく、始まりがですね、ずれていくことになります。はい、はい、脇の下ですね、身ごろの分はこの8段の1模様と、あとこの長編みのところのですね、ピコット編みまでなので11段ですかね。はい、11段編んだ形になります。輪でですね、輪にして編んだのは11段ですね。はい、そして、今から袖をね、袖をちょっとだけ編もうと思うんですけど、こんな風に編んでいきます。先にですね、ネット編みを編
そして、その長編みの部分を2段編むという形で編もうと思います。はい、はい、それでは袖をですね編んでいこうと思います。はい、袖の身ごろをですね、この模様編み8段の模様編みが4模様あるんですね。でこちら側だけの面で42目ここで開おうと思ってるんです。全部で84目にしたくてですね。なので、この8段の一模様の中に10目を目安に開っていきます。表面から編みますね。で裏地の下に新しい糸を持ってきて、ちょうど身ごろをつなげたところですね、そこから針を入れて糸を引き抜いて鎖編みを一つします。はい、そしてその目にですね、同じ目に細編みを一つ編みます。この目にマーカーをしておきます。そしたら次はここ2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42。はい、こんな感じで、42目開いました。この一つの模様にだいたい10目ぐらいを目安という感じで、バランスよくですね、一段に1目という感じで、ちょっと長編みのところとか気になりますけど、ネット編みから始まるので、はい、であんまり袖周りはゆとりを持たせて、でも袖口はちょっとちっちゃくというか、少し縮む感じにしたくてこういう風にしました。あと反対側も同じようにですね、42目分の目を拾っていきます。で全部細編みをして
そこから、ネット編みに入っていきます。はい、最後のところまで来ましたね。はい、で一番最初のマーカーのとこですね、そこに来ましたので、はい、でマーカー外してここを引き抜きますね。はい、ここを引き抜いて、それからネット編みを始めていくので、鎖を一つして、その目に細編みですね。はい、そして鎖編みを、5です。鎖編みを5して23455して3つ123つ飛ばして4つ目に細編みです。はい、鎖5して3つ飛ばして4つ目に細編みです。はい、もうこれは今回の模様編みのネット編みのところの分で同じです。はい、こんな風にして最後のところまで編んできますね。一番最後は鎖2目と長編みの感じで輪のネット編みなので、それで終わっていきます。輪に編む編み方のネット編みなので、鎖を2目して長編み、その編み方になります。はい、そして鎖を、1で立ち上がって細編みですね。すいません、ここ細編みになってなくて、なんか引き抜きになってるんですけど、間違えてます。すいません。ここ細編みを編んで、はい、で一応これマーカーをしておきます。はい、そしてまた鎖を5目してネット編み山の中に細編みですね。もう前段がネット編みになってるので、そこで細編みを入れて、はい、これが2段目になるので、また1周編んで4段編んで、で次が、鎖3つですね。鎖3つと細編み、そして長編みの部分に入っていきますね。長編みと鎖編みの段、そして最後が長編みと、ピコット編みが入る、はい、それで終わりになります。実はもうこれ糸始末も終わったんですけども、糸も余ってるし、ちょっと襟周りに、ピコット編みを編み入れようかなと思ったので、はい、このままでもいいし編んでもいいという感じで、ちょっと編み方だけ動画にしときます。はい、それでは襟口の縁編みをね、一段だけしていきます。前段がですね、長編みの目のところに針を入れて引き抜いて鎖を一つします。そしてその目に細編みをして、そして鎖を一つ編んで、長編みの目のとこですね、そこにから始めます。そして、鎖を一つして、また次の長編みの目の、目立ての目ですね、鎖の、はい、そこに針を入れて細編みですね。はい、そしてここでもうピコット編みになるので、鎖を3つしてこの2本ですね、はい、この2本のところに針を入れて引き抜きますね。ピコット編み同じです。はい、そして次は何もしないですね。鎖を一目して普通に細編みですね。以前、はい、普通に細編み、そして
鎖を一つして、次の細編みの後にピコット編みですね。はい、この後にピコット編みですね。はい、長編みでピコット編みを編んでたところを細編みに変えて編む。それで襟口の縁編みを一周ぐるっと編んでいきます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでいいと思います。ね、肩のところ、鎖を一つしているので一つ開けて、ここに細編みを編んで、鎖を一つして、ここにしようか。でまた鎖を一つして、いいんじゃないかな、ここが。そしてここでこうして、で鎖一つして、ここで細編みをして、ここで細編みをして123ってして、こんな感じでいいと思いますね。こんな感じでね。はい、最後のところっていうか反対側の肩のとこですね。はい、細編みを編んで、そして一番最初の目ですね、そこに引き抜きます。なのでここはちょっと一目増えてるんですけど、もうこれでいいかなと思います。はい、こんな感じでいいと思います。すいません、ちゃんと写ってない。あとはハサミで切ってですね、鎖一つしてますので、そして抜いてます。今抜きました。はい、これで襟周りですね、襟の縁編みができました。はい、糸始末ですね。裏から裏側にですね、残ってる糸をとじ針に通して、裏地の方にですね、裏地の編み地の中に針を刺してくぐらせて、残っている糸をですね処理していく。はい、なるべく表側に響かないように裏地の中に通してハサミで切るというやり方で、はい、これは首じゃなくて袖のとこですね。袖のところもこれを裏側に持っていって、はい、こういう風にちょっと編み地がね少ないところはしにくいんですけど、いろんな方向に通していって、はい、処理するというやり方でですね、はい、もうやり方は同じですね。はい、なのでちょっと糸がたくさん、はい、あったので大変ですけど、糸始末ですね。はい、採寸になります。大きくて
うまく動画は撮れていないのでサイズだけを、説明します。身ごろ幅ですね。身ごろ幅、肩から肩までの幅が60センチ。身幅は袖下から脇から脇までが52センチで、着丈は、丈の長さですねが33センチ。襟口は、首周りの身ごろの首周りのところの長さですねが58センチ。肩は、14センチで、袖口が、今回袖口ちょっと小さくしてるので、32センチ。そして袖丈が7センチですね。袖丈が7センチ、袖の長さですね。そして袖下が、輪に袖をつないだその下の身ごろの長さが9センチということになっております。はい、完成しました。これかわいいですよね。襟の縁編みをしなかった時の分なんですけど、一応残しときます。今回初めてこの竹物語という竹の繊維質でできている糸で編んでみました。7玉使って襟ぐりのところ、襟の縁編みまでできましたね。光沢があってサラサラしてますね。肌触りはとても良くて、しかも静電気防止と抗菌脱臭効果もあるみたいですね。はい、編み方もですね、もう長編みとネット編みですよね。なので割と簡単だと思います。簡単に編めると思います。今からの季節は、タンクトップとかの上に重ねてきても可愛いし、ちょっと寒くなってきたりすると長袖のブラウスとかに重ねても着れるので、しばらく可愛く着れるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。